虫ピンを磁石でこすり、水面に浮かべると、南北を指すようにゆっくりと回転する。磁石でこすられたことで虫ピンが磁化され、磁磁気の影響で N 極は北へ、S 極は南へと引き寄せられるためだ。いわゆる方位磁石である。しかし、ピンに磁石を近づけると、今度はその磁石に向かって回転する。磁石の持つ磁場が地磁気よりも強くピンへ影響したためだ。ここで磁石をひっくり返すと、虫ピンも方向転換する。磁界の向きが変わり、磁化された虫ピンがその変化に忠実に反応したのだ。今日はそんな磁力に関するお話である。皆さんは封筒を磁石で貼り付けようとした際、力が足りずにずり落ちてしまい、磁石を2つ重ねたことはないだろうか。同じ磁石でも2つ重ねれば磁力を強くできるのだ。では2つ重ねた磁石でもずり落ちてしまう封筒を3つ重ねた磁石で止めようとするとどうだろう。止まらない。4つ重ねてもダメだ。横に並べてはどうだろうか。やはりずり落ちる。では同じ磁石で並べ方を変えて試してみよう。かなり強引だが、無理やりこんな並べ方をしてみる。同じ極同士が接すると大きな反発力が生まれるので、ホルダーを作って並べてみる。そして封筒を挟んでみると、封筒が落ちない。実はこの無理を強いる独特の並べ方はハルバッハ配列と呼ばれ、強い磁力を生むことが知られている。こんな装置を用意した。端が固定されたバネに鉄製のネジがつながっている。まず N 極を同じ側にして並べたものにネジをくっつける。バネを伸ばしていくと、ネジが外れた。ここに印をつけておく。次に磁石の配置をハルバッハ配列にして同じように試してみる。すると、先ほどの記録をはるかに追い越し、ここでようやく外れた。磁力がとても強くなっていることがわかる。さらにこのハルバッハ配列、こんな妙な特徴もある。先ほどと反対側にネジをつけて伸ばしてみると、なんと磁力がとても弱い。実はハルバッハ配列とは、磁力を集中させることで片面の磁力だけを強くする特殊な並べ方だったのだ。このような装置で磁場を観察すると、その偏った磁力線がよくわかる。磁力が強化された方の面はスチールウールを強く引きつけ、その周囲だけ空間が空いてしまっている。ハルバッハ配列により磁力線がこのような形になっているためだ。そしてこのハルバッハ配列を使うと、より性能の高いモーターを作ることができる。モーターを回すには
回転部分に働く磁力だけが使われる。言ってみれば外側に向かう磁力は無駄なのである。そのため片面に磁力を集中させるこのハルバッハ配列は効率が良いのだ。さらにハルバッハ配列の磁石にはこんな思いもよらない利用法がある。ガドリニウムという磁性体の下に強力な磁石を入れ、素早く引き抜く。一見何も起こっていないように見えるが、これをサーモグラフィーカメラで見てみると、ガドリニウムの温度がわずかに下がっている。これは磁気冷凍という現象だ。この現象は使われる磁石の磁力が強いほど大きく温度が下がる。そのため磁力を強力にできるハルバッハ配列が利用されるのだ。現在ニムスではこの磁気冷凍という現象に注目し、ハルバッハ配列を用いた効率の良い冷却装置を開発している。さらにはより強力な超電導磁石を使い、液体水素の効率的な生成にも取り組んでいる。ニムスでは磁性材料の研究領域を設け、新素材やその活用法を日夜研究している。未来の科学者たちへ。ニムス。